撮影も、あとはラストのアクションシーンだけか。大事なシーンだし、ちゃんと準備して挑まないと。ねえ、ねちゃん。レン？どうしたの？こんな時間に。この間話してた映画撮影のこと気になって。あれからどうなったかなって。うん、順調だよ。それに、レンの言う通りだったな。僕の？みんなのことをもっと知れたら、だんだん壁もなくなってくるんじゃないかって言ってくれたでしょ？撮影を通して、みんなといろいろ話をして、本当にそうだなって思うことがたくさんあったんだ。みんなそれぞれ、好きなことも性格も全然違ってて、夢を持ってるとか、子供の世話が好きとか、そういう話がたくさん出てきたの。それを聞いてたら、レンが言ってくれたみたいに、少しずつ壁がなくなって、今では普通にクラスメイトとして話せてる気がするんだ。ねねちゃん。って言っても、まだ苦手なのがなくなったわけじゃないけどね。勢いが良すぎるところとか、テンション高いノリとかはついていけないし。でも、少しでも仲良くなれたならよかったよ。ねねちゃんがみんなと作ってる映画。僕も楽しみにしてるね。うん。ありがとう。でも、僕、見れるのかな？芸術祭って、学校の中だけで公開するんだよね。大丈夫だよ。撮り終わったらデータを持っていくから。世界で、みんなで一緒に見よう。ほんと？よかった。あれ？メッセージ？こんな時間になんだろう。え？草薙さん。白石さん、東雲くんも。ソーダくんは？もう来てる。それより、大丈夫なの？そうなんだ。とりあえず、よかった。大きな怪我じゃなくて。やっちまったもんは仕方ねえだろ。お前だって、わざと怪我したわけじゃねえんだしな。そうだよ。すごく頑張ってくれてたのも知ってるし、気にする必要ないって。だが、この先どうするかは考えねえとな。クライマックスの撮影はもうすぐだ。ロケ地の予約と編集の時間を考えたら、怪我が治るのを待ってるわけにはいかねえ。そうだね。誰か、代役を立てないと。確かに、ソーダくんが動けなくなった今、クオリティの高いものを撮影するのは難しいかもしれない。でも、これでいいのかな？せっかくここまで頑張ってきたのに、こうするしかなかった。ちょっと地味だけど仕方ないって思いながら、撮影を終えたら、きっと、後悔の残る映画になるんじゃないかな。そうなったらソーダくんは、自分のせいで映画をダメにしたって考えちゃうかも。それって、次
次のセリフが出てこない。どうしようどうしようどうしよう。みんなずっと必死に練習してきたのに、私のせいで全部台無し。すごく苦しいよね。私にはチャンスがあった。司たちがくれたやり直すチャンス。でもみんなはこの映画だけ。私は監督としてこの映画を後悔のある形で終わらせたくない。だからねえみんな、ちょっと聞いてほしいんだけど。どうしたの草薙さん。私はみんながここまで全力でやってくれてた映画撮影を誰かが後悔したまま終わらせたくないって思ってる。ちゃんと最後にみんなで良かったって言えるようにしたいって。だから考えよう。誰も後悔しないように。仕方ないって妥協するんじゃなくて、今の私たちにできる一番いい方法を。そうだね。いいものが作れなくなるかもって気持ちじゃなくて、今よりももっとよくできるようにって考えてく方がずっといいよね。まずは誰が代役をやるかだけど。俺がやる。怪我したのは主役のスタントマンなんだから、主役の俺がやるのが一番手っ取り早いだろ。そうだ、ラストやる予定だったアクション全部教えろ。時間はねえがやるしかないからな。おう。つってもどうしても格闘技経験者の相田と俺じゃ動きのキレに差が出ちまう。なんとかして穴埋めできねえか。アクションを派手に見せる工夫とか。派手に見せる。あ、はいはい。マントみたいなのをつけるのはどう？マント？確かに悪くないかも。マントは派手に見せられるからショーでもよく使われるし、今までにない見せ方もできそう。ラストのシーンはちょうど食材探しの旅から帰ってきたところだし、街灯として羽織ってても不自然じゃない。立花さん、衣装のアレンジ今からお願いできる？ありがとう。ソーダくんとアクション班のみんなもマントを使った動きの見せ方考えてくれないかな。それと撮影の仕方も工夫できるかも。網沢さんがこの前言ってたドローン使えないかな。アクションの時戦ってる2人の周りをぐるっと撮れたら臨場感出るかもしれないし。私が思いつくのはこのくらいかな。他にもアイディアがあったらどんどん出し合おう。それでクランクアップまであと少しだけど、いい映画にできるように最後まで一緒に頑張ろう。おう。